どうした坊主。あ、え、ラダーの、なんで？ほら、これでも飲め。隣座ってもいいか？あ、はい。お前ここらでよく歌ってるだろ。何度も見たことがある。ケンさんが、俺を？ああ、でかい声が一つ二つ隣の通りまで響いてたからな。あ、いつも胸張って歌ってて、なかなか気持ちいい歌だったから覚えてる。そんな生きのいいやつが暗い顔して座り込んでれば、声の一つもかけたくなるだろ嬉しいのに、情けねえ。憧れの人に、こんなとこ見られたくなかったな。う。お前に何があったか知らないが、自分だけじゃどうしようもねえことは他人に話してみるのもいいもんだぞ。わだかまったもんは言葉にして吐き出しちまうに限る。歌も悩みもな。できるかよ。そんな、泣きつくみてえなダセえ真似。でも、この人なら、何か教えてくれるかもしれない。あんなすげえ歌をやれる、この人なら。それで、この人も他の奴らと同じように、もう音楽はやめた方がいいって言うなら、俺は、いや、でも、それでも、今日、クロールグリーンのイベントに出たんです。なるほど。あの箱でやってこっぴどくやられたってわけか。で、お前はやられたことが悔しいのか？見たところそれだけじゃなさそうだが。もちろん、バカにされて、どうしようもないくらい歯が立たなかったのは、悔しかったですけど。でも、それよりも俺は、あの箱に泥を塗ってしまった俺自身が、許せないんです。ふん、許せないか。負けたって。今上手くなくたって。努力して、努力して、力をつけて見返せばいいって思ってた。でも、そのせいで、こうなっちまった。それでどうするつもりなんだ？諦めたくない。諦めたくない。けど、俺が、俺自身を信じられないんです。いくら努力したって。俺には限界があるって。どっかで思ってる。うん、なるほどな。自分の心が揺らいじまったのがお前は許せないわけだ。お前自身が限界を認めちまってるなら、確かにそこがお前の限界なのかもしれねえな。そうですよね。だがそれならお前はその限界を超えていきゃいいだけだ。もうここまでかもしれない。もうこれ以上先には何もないんじゃないか。なんて心は簡単に揺れ動くもんだ。だからいざという時は心より自分の心臓を信じろ。お前の体が熱く強く脈打つ方に進め。本当にやりたいことってのは体の方がシンプルに教えてくれる。体が。ああ、
もし気持ちがへこたれちまっても、どんな苦しいことがあっても、お前の体が歌い続けたいって言ってんなら、その時は歌うことをやめるな。限界を超えたいなら、お前の手段はそれしかねえ。今日は最後まで歌い切ったんだろ。それなら上出来じゃねえか。よくやったな。だがしばらくイベントへの出演は控えておけ。最近休みなく練習していたんだろ。喉が辛そうだ。歌い続けるためにも体は大事にしろ。じゃあな。ありがとうございます。歌い続ける。そんなことがあったんだな。ああ、ケンさんの言葉で俺は歌い続けることができた。それから決めたんだ。俺は絶対誰に何言われようがやめねえって。正直トウヤやアン、コハネ、あいつらと一緒に練習してると俺はまだまだだなって思うことがある。だけどな、あいつらとラッドウィーケンドを超えるまでどんなにきつくても俺は歌うことをやめねえ。そう決めたんだ。お前がまだまだなら俺はどうなるんだよ。でもそうだよな。よーし、もう少しだけ走ろうぜ。その後は歌うんだろ。なんだよ、急に元気になりやがって。いやだってそんな話聞いたら俺も頑張るぞって思っちゃうだろ。俺もアキトやみんなとラッドウィーケンドを超えてえからな。ったく、そうかよ。そんじゃさっさと走るか。なってなんだあの人だかり。ああ、パンチドリンクか。最近できたライブハウスだ。イベントでもやってたのかもな。結構人気みたいだけど誰だろう。あ、出てきた。あいつらは。戻ってきたのか。何か悪いかよ。え、アキトが昔揉めたのってシェパードだったのかよ。メジャーデビューして出て行ったやつらじゃんか。ビビットストリート出て他のとこで歌ってるって聞いてたが、まだこの辺でもイベントやってたんだな。それは悪かったと思ってる。あの時客を盛り上げられなかったのは俺の実力不足だ。だが今はもう違う。あの箱のクロールグリーンの客だって絶対に沸かせてやる。はあ？
なんでお前ら相手に。あ？そんなわけあるかよ。アキトはな。おい、いい。やってやろうじゃねえか。うわわ、大変。どうしよう。そうだ。もうこんな時間か。続きは明日にしておこう。アキトもトレーニングを終えた頃だろうか。もしかしたらルカさんとイルミネーションを見ているかもしれないな。もう少ししたら連絡をしてみよう。ん？トラ君、大変なの。ルカさん、何かあったんですか？そうなの。今、アキト君が農場で喧嘩を始めちゃって。喧嘩？ああ、喧嘩って言っても、歌でね。でも、相手の方が多かったし、なんだか不穏な空気っていうか、それに、アキト君にも因縁のある相手だったみたいだから。因縁の相手。わかりました。すぐ出ます。それと万一のために白石に頼んでケンさんに連絡をしておいてもらおう。ルカさんはアキトの近くにいてやってくれませんか？そんな状況じゃアキトとは連絡もつかないと思うので。わかった。また何かあったら、その時はアンチュの方に行くね。すみません、お願いします。ダメだ、繋がらない。この時間は賑わっているだろうし、店の手伝いで忙しいか。他に連絡手段は？そうだ、もしかしたらまだあずさわも一緒にいるかもしれない。始まっちまった。あの頃もやべえと思ったが、それ以上に上手くなってやがる。俺が追い上げてる間にこいつらも走ってたってことか。だが不思議とあの時みたいな絶望感はねえ。アキトは俺もずっと走ってきた。あいつらと一緒にラッドウィーケンドを目指して走り続けてきた。一人で突っ走るのもいいけど忘れないでよね。私たち4人でラッドウィーケンドを超えるんでしょ。これはあんただけの夢じゃないの。うん、4人で歌おう、東雲くん。アキト、お前は最高の相棒だ。俺が壁にぶつかってくすぶりそうになった時はあいつらが引き上げてくれる。一緒にやるぞって上へ上へ押し上げてくる。あいつらのおかげで
俺は昔より何倍も速く走れてきた。もう昔の俺じゃねえ。だからいい感じに盛り上がってきたな。これならもっと声を張り上げたら。昔はどれだけ努力してもラッドウィーケンドには届かねえかもしれねえって感じてたけど、今はあんだけすげえと思ってた奴らに張り合えてる。あの時感じた限界を俺は超えられてる。このまま最後まで。すげえ。アキト、誰がどう見てもお前の勝ちだよ。勝ったのか。あの頃は絶対に無理だって思ってたのに、俺は成長できてるんだな。今俺は一瞬何を感じた。憧れの場所に泥を塗ったことを少しでも取り戻せたって。昔ボコボコにされたやつを見返せて自分が成長してるって、そう思ってどこかで安堵しなかったか。何ダセえことしてるんだ。俺はダメだろうが、ここじゃ。お前はこんなところで一瞬でも満足しちゃダメなはずだろうが。俺たちが目指してたのはもっとずっと先のはずだろ。トウヤもアンもコハネもこんなもんじゃねえ。あいつらだったらもっと歌える、もっと沸かせてる。遠野だったらこのくらい簡単にやってのける。それにあの人たちの歌は心臓痛くなるくらい熱く震えて体中汗が噴き出して、そうじゃねえといけねえのに、この程度のレベルで満足していいわけがねえ。別に何もねえよ。ただこんなんじゃまだ足りねえんだ。おい待ってて、アキト。どこ行くんだよ。